今日のお話は緑の機関車ヘンリーよりヘンリーのくしゃみというお話です。気持ちの良い土曜日の朝です。ヘンリーが走っていくと晴れた空の下に緑の野原が広がり、小鳥がさえずっています。蒸気はいっぱいだし、ヘンリーは幸せでした。いい気持ちだなあ。陸橋に差し掛かると、その上に子供たちがいるのが見えました。ピッピー、おはよう。ヘンリーが汽笛を鳴らして挨拶すると、どうしたことでしょう。子供たちがヘンリーめがけて石を落としてきました。いたずら坊主たちがヘンリーの煙突に石を落として遊ぼうとしていたのです。ところが石は煙突を外れてヘンリーの釜に当たってペンキを剥がしたり、石炭をくべていた助手の頭に当たったり、客車の窓ガラスを割ったりしました。いたずら坊主め、ガラスが割れちゃったわ。ヘンリーは怒り、客車たちも泣き出しました。機関士は急いで救急箱を取り出して助手の手当てをしました。それからどうしたらやめさせられるか考えたのです。列車を止めて車掌はお客に怪我はないかと聞いて回りました。誰にも怪我はありませんでしたが、みんなカンカンに怒っています。警察を呼ぼう。まあまあ、任せておいてください。ヘンリーと私であのいたずら坊主どもを懲らしめてやりますから。機関士がみんなに答えました。どうやって懲らしめるのかね。これは内緒ですよ。実はヘンリーにくしゃみをさせるんです。なんですって？みんなが聞き返しました。機関士は笑いながら説明しました。機関車は加湿を通して吸い込んだ空気を煙や蒸気と一緒に吐き出してるでしょ。そこで吐き出すのを強くすると肺まで吸い込んで煙突の下が詰まるんです。ほら、人間だって鼻が詰まるとくしゃみをするじゃありませんか。ヘンリーの煙突の下を肺で詰まらせておいて、そこに空気と蒸気を送り込み、煙突から吹き飛ばすんです。それを陸橋のところでやるんですよ。いたずら坊主どもをびっくりさせてやろうじゃありませんか。終点で一休みしたヘンリーはまた列車を引いて戻っていきました。陸橋の手前の駅には大勢のお客が待ち構えています。どういうことになるかとみんなワクワクしています。皆さん、ヘンリーの肺は十分あります。陸橋を通過するまでは窓を閉めておいてください。ヘンリーもやる気十分です。そうだろう、ヘンリー。機関士はヘンリーの鎌を軽く叩きました。ヘンリーは煙突の下がすっかり詰まっているので返事ができません。そこで返事の代わりに機関士に目配せをしました。ほら、こんな風に。さあ、いよいよ出発です。
やがて立教が見えてきました。いました、いました。あのいたずら坊主たちがみんな石を持って待っています。いいかい、ヘンリー。合図をしたら思いっきりくしゃみをするんだぞ。よーし、今だ。それー。は、は、は、ハクション。煙と蒸気と灰が煙突から一斉に吹き出して立教の上に広がりました。さあ、いたずら坊主たちはたまりません。真っ黒になって逃げていきました。よくやったぞ、ヘンリー。これでいたずら坊主たちも懲りただろう。君もすっかり汚れてしまったね。帰ったら磨いてあげるよ。ペンキの剥げたところはすぐ塗り直そう。そうすれば明日はまたピカピカになって走れるよ。機関士がヘンリーにこう言ってくれました。ヘンリーはそれからも数えきれないくらい立教の下を通りましたが、でもこのことがあってから立教から石を落とす子供は一人もいなくなりました。おし